だから今のポイントだけピックアップして聞いてみると、なにわ男子の世界挑戦が始まるんじゃないかなっていうところまでね、僕は想像しちゃうんです。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、なにわ男子 Gimme the Day オフィシャルミュージックビデオ。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、なにわ男子の楽曲第2弾でございます。前回のセレブレイトもたくさんの方に見ていただき、そしてたくさんの方からコメントをいただきましてですね、大変嬉しく思っております。その中でもお伝えしていたなにわ男子強化月間のお話、こちら歌声分析が終わった後に詳しく説明しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速、なにわ男子 Gimme the Day 歌声分析 GO!なにわ男子プールサイドでね、どう来る？おっとなんか止めたくなっちゃった。ごめんなさい。急にシーンが変わって来るぞって思ったら勝手に止めちゃってましたね。ごめんなさい。おい、かっこいい。なるほどね。ラップがかっこいいですね。さらっと歌ってるようで、やっぱり歌の大事なリズム的な部分をですね、みんなしっかりと抑えてるから、聴いていて心が弾んでくるっていうかね、ワクワクしてきますよね。めちゃくちゃフレッシュ。ラップになっても歌声がめちゃくちゃキラキラしてるっていうね。ここがやっぱりなにわ男子の魅力なんでしょうね。素晴らしい。この掛け合いの感じがですね、かっこいいですね。うい！今の聞きました？大橋くんのソロパートですよね。まだメンバーの名前の方が覚えきれてない部分があるので、間違っていたらぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。で、今何に驚いたかっていうと、音の切り方なんですよね。スタッカートっていうテクニックなんですけど、結構強めに音を切っているので、グッグッとこうブレーキが効いたような躍動感を感じれる雰囲気になっていたと思うんですよ。これがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら、めちゃくちゃかっこいいね。で、全員で歌ったパートはですね、スタッカートを使っていないから、こうふわっと伸びるような雰囲気になってるんですよ。大橋くんがリズムの躍動感をしっかり伝えた後に、メンバー全員のユニゾンパートでなにわ男子のキラキラとした広がるような歌声を表現するっていう流れ、最高ですね。いいね。このノリがいいですよね。かっこいい。ソロパートは道枝くんかな。言葉の発音がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。子音がかなり強く発音されているっていうか、こういう歌い方をしている部分っていうのはアクセントって言われ強い音にですね、変わるんですよね。その子音を強く発音しているポイントが。強い音が生まれることによって弱い音も生まれて、この音の強弱によってかっこいいノリが出るんですよ。もう一回聞いてみましょう。いい。もう序盤からテンションマックスですね。めちゃくちゃかっこいいし、楽しい気持ちにさせてくれますね。ういいいね。長尾くんがメインで歌っていたパートかな。で、最後に大橋くんがワンフレーズ歌うっていう。長尾くんの声なんですけど、いい意味ですごく軽い雰囲気がして、めちゃくちゃ聞きやすいですよね。口の中のですね、口腔共鳴っていう音色がメインになってます。言葉の輪郭だったり、あとはですね、口の大きさによっては声量をですね、ブーストするような、そういった役割を持っているポイントなんですよね。で、ラップを歌う人はですね、
航空共鳴の音色をメインで歌うことがものすごく多いです。やっぱりメロディーがないので、言葉をどれだけはっきり伝えられるか、あと子音の発音でどれだけかっこいい雰囲気を出せるかっていうところがポイントになってくると思うので、そういった理由だと思うんですけど、長尾くんもですね、航空共鳴使ってますね。で、多分レコーディングはですね、笑顔で歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。声のタッチがね、ものすごく明るくて、聞いていて心地がいいですよね。で、大橋くんの声がですね、これね、2つ声使ってます。まず、胸腔共鳴って言われる声の太さをですね、コントロールするポイントの音色と、これ低い音域で使ってます。で、高い音域はですね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声なんですよね。これ前回のセレブレイトの時にも説明したと思うんで、詳しくはね、そっちを見ていただけたらなっていうふうに思うんですけど、その音が高くなっている時にミックスボイスを使って、なおかつ声の音色の中心をですね、鼻の中の鼻腔共鳴っていうところに移して歌ってます。声が持っている自然な流れをですね、そのまま歌で使っているみたいな、そんな感じの歌い方でしたね。もう一回聞いてみましょう。いいね。なんか自然とニコニコしちゃいますよね。この元気いっぱいな感じ大好きですね。うん。かっこいいですね。一気に声の雰囲気が大人って感じになりましたよね。高橋くんがメインで歌っていて、最後のワンフレーズが西畑くんかな。ここはですね、2人とも声の出し方がすごく似てますね。胸腔共鳴の音色をメインにして、歌ってる音域も低い音域をチョイスして歌ってるような、そんな感じですね。で、さっき胸腔共鳴の説明の時に、声の太さをコントロールするっていう風に言ったんですけど、この大人っぽい雰囲気はですね、胸腔共鳴で作られた雰囲気です。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、よく聞くとですね、高橋くんの歌声にビリビリしたような音色が入っていたと思うんですけど、これ、シャウトボイスっていうテクニックで、ここに仮声帯っていうところがあるんですけど、そこを使いながら歌うようなテクニックなんですよね。あーみたいな、こういう音色。咳払いをするときに動く器官なんですよね、仮声帯って。で、こうやるとビリビリと落としますよね。このビリビリを出しながら、あーっていう風に歌うんですよ。すごく難しいテクニック使ってますね。優しい。わあ、かっこいい。藤原くんから道枝くんの流れですね。藤原くんの声がですね、めちゃくちゃ優しかったですよね。でも、かっこいいイケメンボイスだったじゃないですか。この声どうやって出してるかっていうと、声の響きのメインはですね、胸腔共鳴なんですよね。ただその声の出口を鼻にしてるんですよ。胸腔共鳴で声を作って鼻に声を入れるような発声方法っていうか、そうすると重いパンチみたいな、こういった音色になります。多分こうやって歌ってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、道枝くんの声はですね、胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つを中心に使ってますね。かっこいいイケメンボイスプラス歌詞がものすごくはっきりと聞こえてくる。胸腔共鳴でかっこいいイケメン的な声、そして口の口腔共鳴で言葉をですね、ものすごくはっきりと聞かせる音色作り、この2つを組み合わせた歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。本当になにわ男子って一人一人の声の個性がいい意味でバラバラですよね。でも全員でユニゾンで歌う時に溢れ出るようなキラキラ感、もう本当にすごいなって思います。おい、今のとこかっこいいね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブンって一人ずつ歌いつないでますよね。すごいスピード感があってかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。
で最後は全員で歌うっていうねさっきね全員で歌った時のキラキラ感がっていう話をしてて、その直後に全員で歌うパートが来たからね今ねすごく嬉しかったです。で今のワンツースリーフォーのところレコーディング編集の話なんですけど、パンが振られてるんですよねパンが振られてって食べるパンを振ってるわけじゃないですよ。パンっていうのは音源を聞いてる時にどの位置で音が聞こえるか、その位置決めのことをパンを振るって言うんですよ。だからなにわ男子大好きな皆さんのことだから気づいていたと思うんですけど、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じで聞こえてると思うんですよね。これねレコーディング編集でしっかりとパンを振ってる聞こえ方なんですよね。豆知識でした。かわいい。やっぱり大西くんの声かわいいですよね。ただ今回かわいい中にうっすらとねシャウトボイスみたいな音色が混ざっていたと思うんですよ。もう一回聞いてみましょうか。力強いですよね。シャウトボイスまではいかないっていう感じかな。こうねあえて喉の奥の空間を狭くするんですよね。でそれで少しだけ鼻声の音色を歌声に乗せて歌うというか、そんな感じの発声方法かな。持ってるテンションイミテーションみたいな、僕がやるとこんな感じになるかな。ただ大西くんみたいにねあんなに可愛らしくは歌えないですけど、声の出し方的にはこんな感じかなっていうふうに思うんですよね。わっいいねこの流れ。大橋くんの歌声がめちゃくちゃ綺麗ですよね。この高音域をここまでふわっと歌うってめちゃくちゃ難しいんですよ。これもミックスボイスですね。でその後の西畑くんの裏声、これもめちゃくちゃ綺麗ですよね。ふわっと一瞬いい意味で気が抜けた感じがですねたまらないなと思いました。もう一回聞いてみましょう。いい、すごいいい流れですよね。さっきから注目ポイントがめちゃくちゃあって短く止めちゃってますよね。ごめんなさいね。ただめっちゃかっこいいですね。この先の展開楽しみです。ここからサビでしょ一回止めました。この徐々に歌声が増えていく感じいいですね。サビが来るぞっていう助走をつけているというか、こうなってくるとサビ楽しみですよね。うわいいね。めちゃくちゃいいメロディーですね。これからの季節にぴったりな爽やかな夏ソングっていう感じで、運転しながら聴いたら気持ちよさそうですね。そしてサビでこのねキラキラな歌声を表現してくる。僕個人的にはもうこれがねなにわ男子のグループとしての最大の魅力なんじゃないかなっていうふうに思います。最高ですね。楽しそう。あいい。手を叩けタンタン。いいねこれ。ライブだと多分みんなやるポイントですよね。手を叩けとか言いそういやめっちゃ楽しいですね。あいい。ここで音が上がるんですね。てかめっちゃ高いね音域がねカラオケで歌う時に苦労しそう。男性は特に。女性はちょうどいいかもしれないですね。さらっとこの高音域を歌うっていうところもすごいですよね。そしてこの一つに溶け込んだ歌声、7人で歌ってるとは思えないですよね。一人で歌ってんじゃないかっていうぐらい歌声がねこう溶け込んでいるっていう素晴らしいチームワークですね。ほらね一つに溶け込んだって言ってね、そこにちょっと注目してもう一回聞いてみたんですけど、一糸乱れぬとはまさにこのことですよね。何のストレスもなくスッと優しく耳に入ってくる歌声っていうかね、いやグループでこの歌声を表現できるのほんとすごいと思いますよ。あ、ここに戻るわけね。楽しそう。もうずっとテンション上がってるもうそういう感じの曲ですよね。こうゴリゴリのアップテンポっていう感じじゃなくて、こう緩い感じなんだけど心がウキウキワクワクしてくるような楽曲というかね、すごく聴きやすくてテンションが上げれる曲っていうか、
僕このくらいのテンポ感の曲好きですね。このなんかプライベート感いいですね。本読んでたり、プールの水をね、こうやってかけたり、素のなにわ男子を見れてるというか、そんな感じしません？なんか今回のギミーザで歌声の強弱での押して弾いてみたいな表現が多いような気がします。今のおーとかもそうだし、サビ前のところも一人で歌ってるところから二人のユニゾンになって全員で歌ってみたいな、この音の音圧を使っての盛り上げとかね。この音の強弱を使った表現って実は世界基準の表現だったりするんですよね。日本の表現っていうのは強い感情は音域を高く、優しいとか弱い感情は音域を低くっていう表現なんですよ。ただこれがね、海外に行くとまた表現のね、感じ方が変わって、強い感情はそのまま強い音、優しいとか弱い感情は弱い音、小さい音とかね、そういった表現方法になるんですよね。だから今のポイントだけピックアップして聞いてみると、なにわ男子の世界挑戦が始まるんじゃないかなっていうところまでね、僕は想像しちゃうんです。あくまで僕の勝手な想像なんですけど、それだけね、すごい表現力だと思います。この短いフレーズを3人で歌いつないでいくパターンもかっこいいですね。で、僕一つ思ったのが、高橋くんのラップなんですけど、SixTONESの田中さんっぽい雰囲気を感じたんですけど、気のせいでしょうか？もう一回聞いてみましょう。かっこいい。道枝くんの子音のアタックの強いかっこいいラップから、藤原くんの色気たっぷりのラップって言えばいいんですかね。そして最後の高橋くんのこう斜に構えたようなラップ。このね、斜に構えた感じが SixTONES の田中さんのラップにすごい近いものを感じたんですよね。ここのポイント、3人ともそれぞれの個性がですね、前面に出ていてめちゃくちゃかっこいいポイントですよね。長尾くん、大西くん、大橋くん、長尾くんの順番かな。なんか可愛らしい歌声からどんどんお兄さんの歌声になっていくみたいな、そんな流れを感じたのは僕だけでしょうか？もう一回聞いてみましょう。やっぱりそうじゃない？少年からお兄さんへみたいな、そんな感じの声質変化かなっていうふうに思ったんですけど、それがもし狙ってやってるんだとしたら、いろんな表現を使ってますよね、なにわ男子って。グループとしてのチームワークもものすごいけど、それぞれの個性を生かした表現方法もものすごいっていうか、この2つを1曲の中で表現しているグループって他にいるのかなっていうふうに思っちゃいますね。ここから一気に声のパワー感がアップするんですね。かっこいい。この短いスパンでのラップリレーね。みんなラップうまいんですけど、やっぱり高橋くんのラップものすごいかっこいいですね。リズムの躍動感がすごいし、あとね、全体的にやっぱりね、シャウトボイスで歌ってるんですよね。この辺のテクニックもやっぱりごめんなさい、SixTONESの田中さんと同じラップの使い方かなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。後悔なしの発音とかもめちゃくちゃかっこいいですよね。ラップにものすごい力を入れてトレーニングをしてたりするんですかね。詳しい方ぜひコメントで教えてください。いいね。道枝くん、めちゃくちゃ王子様感がすごいですよね。もうルックスがキラ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 していて、超かっこいい。歌声分析とは違う話でした。かわいい。
やっぱり大西くんが出てくると可愛いって思っちゃいますね。なんかミュージックビデオの映像も顔に生クリームつけてちょっとねお茶目なシーンでしたしね。いいね2番のここのポイントは全員で歌ってんのかな、最初から。1番とは違う表現をしてくれるなにわ男子、素敵ですね。サビいいですよねやっぱり。いや、この優しい雰囲気大好きですね、僕。で、なにわ男子が歌ってるから、さらに優しさが倍増っていう雰囲気が出てますよね。このキラキラボイスで、こんな優しい曲を歌われたらね、もう心が洗われるようですね。いい、タンタン。1番でも言いましたけど。で、また可愛い担当の2人がほっぺに生クリームつけてますよ。ちょっとね、字幕が入ってて分かりにくいと思うんですけど、お茶目ポイントですね。あ、食べた。食べたよ。いちごをね。まあ、つまみ食いしたくなりますよね。だんだん歌声分析からリアクション動画みたいな感じになってきちゃった。ごめんなさい。で、グラスを積んで、シャンパンタワーかな。楽曲と歌声がものすごく優しい雰囲気だから、映像の雰囲気もすごくほのぼのしますよね。優しい気持ちで見れちゃうし、耳も優しい気持ちになるし、心も優しい気持ちになる。ギミーザデイ最高ですね。やっぱそうじゃんやっぱそうじゃん。シャンパンタワーだった。びっくりした。冗談で言ったのに皆さんも気づいてましたよね。僕はシャンパンタワーかなって言ったらそうだよって思ってましたよね、きっと。いやー、驚いた今。何でも言ってみるもんですね大橋くんってこんな感じの声も出せるんですね。ここに来るまでの大橋くんの声とセレブレイトの時も確かそうだったんですけど、全体的に美しいっていうかミックスボイス的な声をメインで使っていたんですよ。ただここはですね、地声をメインで使ってますね。声の音色がですね、ガラッと変わってます。胸腔共鳴と口腔共鳴。この2つの声の音色をですね、中心に使ってるから、ここまで力強くて激しい感じの声になるんですよね。声質の表現力の幅が広いですね。もう一回聞いてみましょうか。かっこいい声ですね。こうなってくると、大橋くんいろんな声を出せるんじゃないかなっていうふうにね、想像しちゃいます。歌声って胸腔と口腔と鼻腔、この3つの音色バランスによって声質のおおよそが決まるんですよね。で、今の大橋くんの声で判明したのは、自分の意思でどのポイントの響きを増やして声を出す。これができるんですよ。だから太くてかっこいい声も出せれば、美しくてきらびやかな声も出せる。多分こういうことができると思うんですよね。他の曲の大橋くんの歌声聞くのも楽しみですね。長尾くんもいろんな声出せますよね。可愛らしい声から今のラップみたいにかっこいい声。で、やっぱり高橋くんのラップはね、安定感ありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。みんな何でもできますね。特に今回のギミーザデイは、一人一人の歌の表現の幅が広すぎますね。もうね、分析して結構頭フル回転です。ここはですね、藤原くんが低音域を担当して、道枝くんが中音域を担当して、で、サビ前の全員でユニゾンで歌うところは高音域で担当してっていう、さっき日本人の感情表現は強い感情が高い音、優しい感情は低い音って言ったこの表現方法をですね、使ってるポイントですね。ただね、これね、一人でやるんだったらそんなに難しくないんですけど、歌いつないでのこの表現方法だから、相当練習しないと難しいと思うんですよ。
やっぱり陰で相当努力してますよね、彼らは。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。言われてみると気づくでしょう。どんどん音域が上昇しているんですよね。で、サビに突入っていうこの美しい流れ、たまらないですね。わ、かっこいい。ここで落ちサビが来るのか。で、シーンも夜になってね、キャンドルに火が入って。もう完璧ですね。もう感動しないわけがないシチュエーション。今の声は西畑くんの声かな。めちゃくちゃいい声ですよね。胸腔共鳴で声の太さを作ってるんですけど、その声を鼻に入れて、なおかつ鼻声の音色をですね、少し歌声に足してるんですよね。だから歌声のツヤ感がものすごいじゃないですか。もう一回聞いてみましょう。ね、声がツヤツヤキラキラしている。やっぱりこのね、キラキラ成分は鼻の鼻腔共鳴の音色が結構重要になってくるんですよね。で、なにわ男子が全員で歌った時のキラキラ感がすごいって、前回も今回も結構ね、何回も言ってるんですけど、おそらくなにわ男子のメンバーは鼻腔の使い方がめちゃくちゃうまいグループなんじゃないかなっていうふうに思います。まだ今回を含めて2曲しか歌声分析できてないので断言はできないんですけど、歌声のキラキラって鼻腔共鳴だったり、あとはその先にある頭の響き、ヘッドボイス、この辺が重要になってくるんですよね。だから歌の理論的に考えると、やっぱり先ほども言ったように鼻腔共鳴の使い方、この辺がものすごくうまいグループなんじゃないかなって推測します。で、ここの大西くんがめちゃくちゃ可愛いですね。かっこいい。そう。このね、音域上がるところ好きなんですよ、僕。もう一回同じメロディーが来るのかなっていう風に油断していたところにぐっと音域が上がるから、吊り橋効果じゃないですけど、なんかドキッとしますよね。かわいい。そう、特に大西くんは鼻腔の使い方うまいですよね。で、あえてだと思うんですけど、胸腔共鳴の音色はですね、ほとんど使ってないんですよね。だからこそ、ここまで可愛らしくて少年のような歌声になるというか、もう一回聞いてみましょう。で、説明聞いて聞くと、あ、ちょっと鼻声の音色混ざってるのかとか、そういうの気づけますよね。こういうとこに気づけるようになってくると、好きなアイドルの声の真似とかができるようになってくるんですよ。それができるようになってくると、カラオケ今まで以上に楽しめると思うんで、ぜひやってみてください。あ、最後ね。最後の最後まで楽しませてくれますよね。いや、ほんとなにわ男子の音楽的な部分に触れることができて嬉しいです。で、このミュージックビデオが進むにつれて時間が経過していく様子がわかるっていうのもエモいですよね。今はね、たまたま夜からまたね、昼間のシーンに戻りましたけど、なんか言う言葉に説得力なくなっちゃうな、こうなってくると。これ昼間から夜に、みたいな。で、その夜のシーンは落ちサビで、みたいなね、そういうのがね、たまらないですよね。グッときちゃうっていうかね。あ、ここはいろんなシーンがこうパッパッパってね、切り替わっていく感じか。今までのハイライトみたいなね。そんな時間経ってないのになんか懐かしい気持ちになるのはなぜでしょうか。あ、最初の。今、おーが来たから思わず止めちゃいました。こっからどうなるのか、最後ですもんね。何か一仕掛けありそうな気がして、もう思わずね、止めてしまったんですけれども。あ、なるほどね。ふわっと優しく終わるっていうね。いやー、素晴らしかったですね。以上、なにわ男子、Gimme the Day。歌声分析はここで終了です。いやー、楽しすぎて、途中からリアクション動画みたいなシーンもあっちゃいましたね。
大変申し訳ございませんでした。合っちゃいましたねって日本語的にどうだろう、合ってますか？いや、今回のギミーザデイは前回のセレブレイトとはまた違った感じでですね、また新しいなにわ男子の魅力を知ることができて大変嬉しく思います。そしてセレブレイトの時に言っていたなにわ男子強化月間のお話なんですけれども、コメントをいただいた方にはですね、返信として強化月間どうするのかっていうのはお伝えしてあるんですけれども、7月なにわ男子強化月間やることに決定しました。ものすごいたくさんの方から強化月間をやってほしいという声をいただきましてね、僕は逆に嬉しくなりましたね。なので強化月間中になにわ男子の楽曲で歌声分析をしてほしい曲をリクエストしていただけたらなというふうに思います。リクエスト数の多いものから歌声分析をしていこうと思いますので、1曲でも多くのリクエストの方ですね、お待ちしております。気軽にコメントしてください。これからもなにわ男子全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。